世の中から無能がいなくなることはありません。暇人とか無能が集まってるところに行くといじめが発生するっていうのがあったりするので、もうちょっとまともな会社に行った方がいいんじゃないかなと思います。昇進し部署移動を1回して5ヶ月後にまた異動になりました。5ヶ月間いじめられました。頼れる先輩のいる業務難しめの部屋に行きますが、いじめられる自信をなくしている人はです。モチベーション上げる方法はありますか？業務難しめの部署であれば、多分いじめるみたいな暇がないと思うので、普通に作業を淡々とやってれば、ちゃんと作業してくれるからありがたいや、みたいな感じで仲間ができるんじゃないと思います。要は、いじめって、暇人と頭の悪いやつがやるんですよ。で、まいじめに受けたくないのであれば、偏差値の高い学校に行けっていうのは僕は割とアドバイスで言ってるんですけど、偏差値高い学校に行くと、いじめ起きないんですよ。例えばじゃあその偏差値の高い学校に行ってる人たちって、偏差値が高いので、多分それなりのいい大学に行こうとするんですよ。で、いい大学に行って、いい就職先行った方がいいよねと思ってるんですけど、仮にその、いじめをやってるっていうのが学校にバレて、その休学になったり退学になったら、そのいい大学に行っていい就職をするっていう未来のそのせっかく作り上げたレールを失うじゃないですか。なので、どうでもいいいじめなんかにそんなリスクを負わないんですよ。でも偏差値が低い、例えばじゃあ、もう高卒で働くの決まってるよねって人で、別に肉体労働系で行くって決めてるんだったら、別に高卒になる必要もないと。でなれば、暇だからいじめちゃうよね。で、いじめにリスクがないんですよ。っていうのがあるので、なので、忙しいところとか成果を上げてるところって、いじめなんかやってる暇ないし、そのリスクが多いからやらないんですよね。なので、暇人とか、無能が集まってるところに行くといじめが発生するっていうのがあったりするので、なので、もし、部署移動してもいじめ上がるようであれば、もうちょっとまともな会社に行った方がいいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんの本当の狙いはもしかして社会から無能を淘汰させることではないですか？私、ひろゆきさんの影響で4、ヶ月休職しました。でも復帰後、新たな職場で隠れてサビ残とか人とうまく付き合えないやつと不信がられてちょっと立場きつくなりました。職を諦め専門性を高めて副業できる人材を目指せばいいですかね？世の中から無能がいなくなることはありません。無能とは何ぞやっていうので、結局例えばじゃあ、100メートル走っていうのをやったときは、100メートル走の中の、50、100人走ったとしてね、50以内になる人と51以下になる人って必ずいますと。で、じゃあ法律の勉強をしましょう。法律のテストをしますって言ったら、また法律得意な人もいて、そうじゃない人もいるので、その競い方によって無能か有能かっていうのは、その科目によるんですよ。でじゃあ、友達が多い競争とかやろうとすると、多分頭がいい人の方が友達少なかったりするんですよ。で、じゃあなので、何をもって人は有能とするかっていうのは、その状況によるんですよね。で、例えばじゃあ、無人島に放り出されて、3ヶ月間生き残れって言って、生き残れる人でいくと、多分先進国の人ほぼ無理なんですよ。でもその発展途上国とかの人だと、割と3ヶ月ぐらい何の問題もなく生き残ったりするんですよね。別に水こうやって取るよねとか、こういう食べ物食えるよねみたいになったりするので、なので、能力というのは人にはいろんな偏った能力があって、で、その偏った能力が社会にうまく適合しそうなタイプの人は有能って言われるんですけど、生水飲んでもお腹を壊さない能力とかは、割とその能力として認められなかったりするんですよね。で、昔は目が悪いって、かなり致命的な障害だったんですよ。だからその遠くの方にいる動物が見えない。だから動物の狩りに行くこともできないし、じゃあ500メートル先にライオンがいたとして目が悪いと見えないんですよ。なので300メートルぐらいまで近づいて、ライオンだって気づいた時には食われて死んでるみたいなのがあって、なのでその目が悪いって昔は本当に致命的だったんですよね。足が遅いとかもね。でも今何の問題もないじゃないですか。目がねみたいなものだったりするので。で、あと虫歯って致命的だったんですよ、昔は。虫歯ほっといたらわかるんですけど、もう歯が痛いと、一日中歯が痛い気になってしょうがないんですよ。で、歯がなくなると、生肉なんか食えたもんじゃないですよ。ちゃんと料理したスープとかあったら食えるんですけどね。なので、昔は致命的だったものが、今の時代はそれが致命的なものにならないよね、みたいな状況によるので、なので、昔って、可愛いとか美人とか、マジどうでもいいんですよ。餌をちゃんと持ってこれるかどうか、お腹いっぱい食えるかどうかのが大事で、イケメンとかマジどうでもいいみたいな話だったと思うんですよね。それより筋肉の方が大事だよね、みたいな。なので、その有能無能っていうのはあくまで状況とか文化によるっていうのじゃないかなと思うんですけど、なので、一概に自分を卑下しない方がいいんじゃないかなと思うんですけど。
私は頑張ってと言われるのが苦手。私の働きを知らない人から言われるのが苦手で、例えば上司に具体的にもうちょっとこういうところを頑張ってほしいと言われるのはむしろありがたいのですが、これって心が狭いんですかね。ひろきさん何言われても特に気にしないマインドですか？別になんか、頑張ってって悪気があって言う人っていないと思うんですよね。だから何かをしようとしてる人に、なんか応援してるよ的なメッセージを伝える言葉として頑張ってという言葉があるんですよ。で、じゃあ何かを一緒にやろうとする人に別れ際に言う言葉でよろしくお願いしますとかあるんですよ。それはよろしくお願いしますに何か意味があるかっていうのは特になくて、もうなんか好意を持って、なんか英語圏だったらじゃあグッドラックっていうみたいな、っていう感じのそのコミュニケーションのそのパーツなので、なんかこれの意味がどうなんだっていちいち考えるのもどうかと思うんですよね。なので会社でなんか近くに来たら寄ってくださいみたいなことを言う人いるんですけど、あれ僕超めんどくさいですよね。本当に言ったらめんどくさがるじゃねえかみたいな。ひろきさんこんばんは、27歳男です。私には1歳の子供がいます。正直愛せるか不安でしたが、可愛くて仕方がありません。時折夜泣きをあやすのに辛い時もありますが、ふとした時に生まれてきてありがとうと思います。女性は出産に伴って脳が変化すると言いますが、男性もそうなのでしょうか？まあ男性の方が後天的に、女性の場合は子供を産んだ瞬間にもう脳内スイッチが物理的に入るらしいんですけど、男性の場合は子供を守らなきゃっていうので世話をしていくうちにだんだん子供に対する愛情が増えるって言われたりするので、なので、男性の割と育休とかは結構重要なんじゃないかなと僕は思ってる派なんですけど、なのでフランスの場合だと男性も育休が義務なんですよね。なので女性が子供が産むので当然休むんですけど、で、男性も休まなければならないっていう義務なんですよ。で、じゃあ男性が1週間義務になった時に、じゃあそれでも家で何もしないかっていうと、さすがに子供生まれた後に、じゃあ女性はいろいろ体が全開ではないというのもあって、多分1週間男性が世話をするということになるんですよね。で、結果としてその子育てのやり方というのを当たり前にフランスの男性は覚えるんですよ。その1週間の間になんかミルクあげたりとかおむつ替えたりとか、なんか着替えしたり震えたりとかっていう。なので、そこで割と愛情を持ちやすくなるっていうのがあると思うんですよね。努力義務ではなくて、会社側に確か罰金が出ますね。男性労働者に対して育休を与えなかったら、会社が罰金を払わなければいけないみたいな。なので、努力義務じゃなくて、むしろ罰則付きですね。なので、まあそういう形で、早いうちに世話をするっていう方が、より愛情を湧きやすいというのはあるんじゃないかなと思いますけど。集団や人が嫌いで一人が好きな人間です。過干渉や集団の共有を避けたいのですが、どうしたらよいですか？一人で生きていけばたまたまなんですけど、昨日YouTube のアプリを開いてたら、春日さんのパートナーの、あれ、南海キャンディーじゃねえや、なんだっけ若林さん、グループ名なんだっけオードリーの、若林さんが、子供の頃に、その集団でいるのがすごい苦手で、で、幼稚園に行っても途中で帰ってきちゃうと。で、幼稚園で途中で家に帰ってきて、んで、その半紙を家中に敷き詰めるっていう遊びをしてたらしいんですよ。習字に書く半紙ね。で、敷き詰めるを引き詰めるって、吐き不平の日で言ってて、江戸っ子っぽいなと思ったんですけど、まあ、とはいえ、で、幼稚園の先生が、なんか若林くんいないわって言って、家まで見に行ったら、家中に半紙を敷き詰めてて、で、こいつはやべえって言って、病院に連れてったっていう。っていう話を、なんか YouTube ショートで語ってるのがあって、ああ、こういう子いるよね、面白いと思ってて、で、たまたまその前の日に、すごく珍しいんですけど、ドクタースランプあられちゃんにマシリトっていう名前で出てきたりとか、鳥山明さんの担当編集だった鳥島さんっていう、ジャンプの編集長をやってた人と、ドラゴンクエストを作った堀裕二さんがラジオで対談するって企画があったんですよ。これ超珍しいんですよ。なんかメディアでは初らしいんですけど、で、鳥島さんはね、話すとめちゃくちゃ面白いんですけど、あんまり人前に出ない人なんですよ。で堀裕二さんも、文章では出るけど、話すのにはほとんど出てこない人で、で、その二人がそのドラクエをどういう風に作ってたかっていう、ウィザードリーを楽しんでたよねっていう時代の話とかをしてるんですけど、で、そこで鳥島さんが友達全くいなかったって話をしてるんですよ。で、人付き合いもめちゃくちゃ苦手で、みんな見下してたみたいな話をしてて、で、結果として、ただ、
人間はどういうふうにものを見るのかっていう、その客観的に人間が見ることができたので、結果として面白いとは何かとか、一般大衆は何を面白いと感じるのかっていうのが多分分かったんだと思うんですよね。これ別の人の話と鳥島さんの話がごっちゃになってるかもしれないですけど、確か鳥島さんもともとね、漫画とかをすごい下に見てたんですよ。集英社に入ったんですけど、もともと文学系の割と高尚な、その文学を読む人で、漫画とかクソどうでもいいと思ってて、で、その漫画の担当になった時も、マジうぜえと思って、で、なんか資料室に入って、で、ずっと漫画読んでたらしいんですよ。で、いろいろ漫画を、仕事したくねえっていうので、資料室になって、で、ずっと漫画読んでいくうちに、こういう風に漫画を作ればうまくいくんだとか、その小回りとかの技術論っていうのを結構ちゃんと調べたらしいんですよね。分かりやすい漫画と分かりにくい漫画の何が違うか。要は漫画を面白いかどうかで人は結構判断するんですけど、面白い漫画に共通しているのは分かりやすい漫画なんですよ。要は小回りがあって、セリフがあって、キャラクターの顔があって、で、こういう表情をしてる人と、こういう武器でいる人が、こう喋ってるコマが2つあると、こっち側で言ってるんだな、お互いに口論してるんだなってわかるんですけど、コマがこう向いてる場合は、これは、なんかお互い共通のことで誰かに言ってるんだなとかっていうのを、その人は勝手にそういう認識を持つんですよ。小回りのサイズとか、キャラクターの向きとかによって、その場面の想像ができるっていうのが、要はそれで分かりやすい漫画ほど何が起きてるか読者が理解できるんですよ。で、たまたまそのワンピースの、そのエースがこう処刑されるところで、海賊大集合で戦うっていうシーンを見てたんですけど、もう、ね、何起こってるかよくわかんないですよ。大量にね、人がいて、で、さらにいろんなキャラクターが混じって、なんか、これが誰かに叩かれてて、これは誰だみたいな、もうそこまで見てきた人であれば、このキャラクター誰だよねっていうのはわかるんだけど、僕は一応そこまで見てきたんだけど、もうキャラ忘れてて、こいつ誰やねんみたいなのがいっぱいいるんですよ。で、それがいきなりなんか戦ってたりして、誰これどっち側これ海賊なの海軍なのとかもうわかんないっていうのがあって、もうごっちゃなんですけど、ドラゴンボールね、多分ほとんどそれないんですよね。まず多くの人数を出さないのと、戦ってる時は必ず地球側はこっちで、なんかベジータとか、魔人ブーとか、敵側はこっちとか、すごくね、小回りが分かりやすくなってるんですよ。で、面白いかどうかというより、分かりやすい漫画の方が面白いと人は感じるんですよ。なので、鳥島さんは、面白くない漫画であっても、分かりやすくする技術というのを多分、すごく積み上げた結果、割と鳥島さんが関わった漫画は、評価が上がる。要は本当は面白いんだけど、分かりづらくて面白さが伝わらない漫画ってあるんですよ。諸星大二郎さん点描画みたいな、漫画を描く人がいて、で、内容はね、すごい面白いんだけどね、絵がね、見づらいのと、ストーリーも入り組んでるんで、わけわかんないんですよ。で、人によってはジョジョわかんないって人いますよね。っていうのがあって、なので面白さというのはもうその人、その作者自身の、持ってるポテンシャルで決まるんですけど、ただ分かりやすさというのは技術で変えられるよね、みたいなことを鳥島さんって言う人なんですよ。何の話してたんそう、諸星大二郎大人になって初めて分かりやすさが、面白さが分かった。そういう感じの人です。はい。何の話したんだっけいや、なので、興味がある人は、堀裕二さんと鳥島さんの、東京 FM の話を読んでください。でね、ジョジョはね、今、ブラックなんとかっていう集英社が出してるアプリで、第1章が無料で読めて、あと第3章の1巻も無料で読めるのかな。なので、もしジョジョ興味がある人は、カラー版がそれで見れるので、読んでみるといいんじゃないでしょうか。はい、話が迷子、すいません。